マレーシアの首都クアラルンプールのこれら観光地を全制覇。世界遺産の街マラッカも含め3泊4日で堪能してきました。こちらの動画では各スポットの詳しい行き方や入場料、観光の所要時間におすすめグルメなどを詳しくお伝えします。これからマレーシアへ行こうと思っている皆様の参考にきっとなるはず。クアラルンプール観光を計画されているようでしたらぜひ最後までご覧ください。またこちらのチャンネルでは毎回実際に訪れた観光地の詳細や宿泊したホテル、ご飯屋さんの情報はもちろん、旅先での失敗談なども積極的に発信しています。旅好きの人はこれを機会にチャンネル登録をぜひお願いします。到着しました。クアラルンプール国際空港。看板を頼りに入国審査エリアに向かいます。イミグレは長蛇の列。入国に45分近くかかりました。ちなみにマレーシアは短期の観光であればビザは不要ですが、デジタルアライバルカードの登録は必須となっています。入国審査の際、スマホで申請内容を提示すれば OK。 忘れないように登録しておきましょう。さて、空港から市内までは40キロ程度。電車でも行けるのですが、ネットで調べたところ1人片道55リンギット約1700円、2人だと3400円かかることになります。対してグラブだと65リンギット約2200円ということで、2名以上だとグラブの方がお得なわけです。ただ空港ではどうやらグラブは呼べないよう、私たちは空港から少し出たチューンホテルまで歩きグラブを呼びました。ちなみにこれは動画編集中に分かったのですが、どうやら空港内でもグラブは乗れそうです。気になった人はこちらのグラブ公式の記事をご覧ください。何はともあれ無事市内へ出発したのでした。空港からグラブで約1時間、予約していたホテルに到着。今回お世話になったのはこちらのコーラスホテルさん。ペトロナスツインタワーまで徒歩数分の好立地。ホテル代は1泊8500円。私たちは3日間宿泊しました。さて、どんなお部屋でしょう。ドキドキです。広くて明るく綺麗なお部屋。作業ができるテーブルと椅子があるのもグッド。水回りも綺麗ですし、バスタブとシャワーカーテンがあるのもポイントが高いです。ですが全体的にカビ臭い印象。私たちが外れの部屋を引いただけかもしれませんが、正直あまりおすすめはできません。フロントの対応などは良かったので、本当にその点だけ残念でなりませんでした。時刻はまだ午後4時半。クアラルンプールタワーまで 1.5 キロほどと徒歩圏内でしたので、市内散策を兼ねまずはそこまで行ってみることにしました。ペトロナスツインタワーは夜行こうと思っていたのでスルーし、街ぶらをしながら40分ほどかけてクアラルンプールタワーに到着しました。当然ここまで来たからには登るしかありません。いろいろな入場プランがあるようなのですが、私たちはこちらのオブザベーションデッキのチケットを購入。料金は1人60リンギットでした。展望台に到着。異様な形をしたこちらのビルはムルデカ118。高さは679メートルあり、世界で2番目に高い建造物なんだとか。私たちが訪れたのは2024年4月。ビル自体は完成しているそうなのですが、中にはまだ入れませんでした。ここクアラルンプールタワーは世界で7番目に高いタワーだそうです。ちなみに世界一高いタワーは我らが東京スカイツリー。異国の地でもそのように紹介されているのはちょっと嬉しく感じました。正直ここである必要はないですが、発展著しいクアラルンプールを一望できる場所には訪れてみるべきです。ペトロナスツインタワーと比べても料金はリーズナブル。少しでも予算を抑えて街を一望したい人はクアラルンプールタワーはおすすめの場所となります。6時37分、次の目的地へ移動開始。クアラルンプールタワーの観光所要時間は1時間半しない程度でした。横断歩道変わるの早い。次に訪れたのはスリア KLCC。
ペトロナスツインタワーのお膝元にある商業施設です。 KLCC の CC はコンベンションセンターの略ということで、ここは世界中からいろいろな人が来ることを想定して作られた商業施設となります。きっと国の威信をかけたプロジェクトだったはず。とても大きな商業施設でした。また歩いていて気がついたのですが、お客さんは圧倒的に現地の人が多かったです。地元の人たちにも愛されている場所というのもいいなと感じました。さて、ここに来た目的ですが、その一つは両替。この日の為替レートは2万円で625リンギットだったのですが、こちらの両替所でお願いしたところ606リンギットになりました。その差は約20リンギット、日本円で700円ほど。探せばもっとレートの良い両替所はあるはずですが、お腹も空いてきたので私たちはここで両替しました。さて余談なのですが、マレーシアは4日間滞在したものの、ここで両替したお金は半分くらいしか使えませんでした。マレーシアは電子決済大国、クレカのタッチ決済が大概のところでできるため、現金をあまり使わなかったのです。両替は少なめがちょうどいいかもしれません。夕飯はスリや KLCC のフードコート内にあるシズルズというお店で注文。鉄板でジュージュー焼いてくれるのが人気のお店。完成直後、ソースが地獄の釜のように茹だっているのもインパクトがあります。しばらくすると地獄の釜も落ち着き食べられる状態に。お味は甘辛照り焼きソース味。甘さよりも7割方辛さが勝っている印象。味にコクはないですが、卵と鶏肉によく合います。お値段はライス付きで15リンギット、ヌードルで14リンギットでした。夕飯も早々に切り上げ、急いで外に出ます。というのも午後8時から行われる予定のペトロナスツインタワーの噴水ショーを見たかったからです。見渡す限り人。現地でも人気なのがよくわかります。午後8時ちょうど噴水ショーが始まりました。ネットで調べたところ、20時、21時、22時と毎日1時間おきに行われているそう。ショーの時間は毎回約10分ほどだそうです。実際に私たちが見た回も10分ほどで終了しました。クアラルンプール観光の際はペトロナスツインタワーの噴水ショーもぜひ見てみましょう。ちなみにここまで来てペトロナスツインタワーには入らないのと疑問に思っている人もいるかもしれません。私たちも入りたかったのですが、訪れたのがラマダン明け直後ということもあり、タワー内は封鎖されてしまっていました。ラマダン明けは毎年テロを警戒して閉めてしまっているそうです。もし登りたい人がいましたら、その点もしっかり確認しておきましょう。マレーシアはイスラム教が主流ですが、クアラルンプールではコンビニでビールが買えました。6本セットで41リンギット、約1400円。お酒好きの人も安心して観光できます。この日は午前6時台から行動開始。まだこんなに暗いことにびっくりしながらも、朝食を買うためホテル近くのセブンイレブンへ。ご飯物はそれぞれ 5.9 リンギット、水は3リンギットでした。味は日本のコンビニチャーハンと変わりません。どこでも同じクオリティで提供できるって本当にすごいなぁと朝から感心させられました。午前7時を過ぎると辺りも明るくなってきました。さて、この日最初の目的地はクアラルンプール郊外にあるブルーモスク。世界で4番目の大きさを誇る美しく壮観なモスクなんだとか。クアラルンプール市内からだと20キロほど離れた場所にあります。クラブだと片道42リンギットほどするそうなので、今回は電車で行ってみることにしました。まずは私たちが宿泊しているホテルの最寄り駅、アンパンパーク駅からクアラルンプールの交通の中心、KLセントラル駅まで向かいます。切符の買い方は至ってシンプル。行きたい駅のある路線を選択し、目的地をタップ。枚数を指定したら OK らしき緑のボタンをタップし、お金を払います。するとこのようにトークン型の切符が出てきますので、改札をタッチし電車に乗りましょう。KLセントラル駅に無事到着。びっくりしたのは駅構内に日本語の表記があること。ここだけではなく至る所に日本語の案内がありました。さて、ブルーモスクの最寄り駅はこちらシャーラム駅。切符はチケットカウンターで購入。先ほどのトークン型とは違い QR 式。料金は片道4リンギットでした。シャーラムステーション
Thank you. 係の人にホームを教えてもらい、見た目は速そうですがひたすらゆっくり走る電車に乗車。ジャスト1時間電車に揺られ、午前9時半シャーラム駅に到着したのでした。駅の周辺は特に何もありません。グラボ呼んでブルーモスクへ向かいましょう。ちなみにシャーラム駅からブルーモスクまでは片道7リンギット。ということで電車を使ってブルーモスクに行った場合は片道11リンギットとなります。先ほども紹介した通り、市内から直接グラブで行くと42リンギットかかるため、一人で行く場合電車の方が片道31リンギット、約1000円節約できることに、往復で考えると2000円。特に急ぎの旅ではない人は電車を使ってみることをお勧めします。 Terima kasih. そうこうしているうちにブルーモスクに到着。 Close? そしてなんと今日は閉まっているとのこと。なんてこった。絶望感が半端ないです。どうやらラマダン明け直後ということで入れなかったよう。車が後から次々に入ってきますが、皆さんショックのご様子。何人かとお話ししましたが、中にはこの日先にピンクモスクに行ったものの入れず、そしてブルーモスクも入れなかった人もいました。ラマダン明け直後に観光する場合はよくよく調べておくことをお勧めします。いつまでも入れないブルーモスクにいてもしょうがありません。早々に撤退し、次の目的地天号宮に向かいましょう。ちなみにブルーモスクから天号宮まではグラブで23リンギットでした。やってきました天号宮。東南アジアの中でも最大級の中国式の寺院になるそうです。場所はこちら。KL セントラル駅からは1キロほど、ペトロナスツインタワーからは6キロほどの場所にあります。つい見とれてしまうほどの美しさ、縁結びのご利益もあるのだとか。中華系マレーシア人の信仰の中心ともいえる場所らしく、熱心にお祈りをされている人たちが多いのも印象に残りました。寺院の中も装飾が細かく、とても美しいです。マレー系、インド系、中華系と多種多様な民族が生活するクアラルンプールにおいて、中華系の人たちの文化や風習が感じられる素敵な場所でした。入場料は無料、観光時間は30分とサクッと観光できました。個人的には来てみて本当に良かったなと思えた場所。お時間があれば皆様も訪れてみてはいかがでしょうか。次に訪れたのはこちら、スリマハマリアマン寺院。クアラルンプール市内にある最古のヒンドゥー教寺院となります。そのカラフルな色使いと装飾の細かさは圧巻。事前に写真ではどんなものか見ていましたが、実物はそれをはるかに超えてきます。中にも入れるようなので行ってみましょう。寺院は神聖な場所ということで裸足を求められます。入り口向かって左にある部屋で靴を預かってもらいましょう。実際の中の様子がこちら。ここスリマハマリアマン寺院はインド系マレーシア人の文化と風習を感じられる場所。靴を預かってもらう際にほんの少しお支払いしましたが、入場料自体は無料。観光所要時間は30分いかない程度。クアラルンプール観光の際はこちらにも訪れてみることをお勧めします。次に訪れたのはこちらマスジッドネガラ、別名マレーシア国立モスク、国を代表するモスクとなります。場所はこちら、先ほどのスリマハマリアマン寺院からは1キロもしない場所にあります。そして予想通りここも入れませんでした。感想としてはミナレットが眩しいな、噴水が綺麗だなといったところ、いつの日かリベンジを果たしたいと思います。時間はちょうどお昼時、ランチにしましょう。訪れたのはこちらセントラルマーケット。マスジッドネガラやスリマハマリアマン寺院からも1キロ以内、徒歩で行ける場所にあります。お土産を探すにもちょうどいいスポットらしいのですが、今回はご飯を食べられるお店を探しましょう。個性的な天井のフードコートを発見。それぞれ15リンギット約500円のメニューを注文。飛び上がるほど美味しいわけではないですが、値段なりに満足なランチでした。腹ごなしを兼ねセントラルマーケットの近くにあるムルデカ広場に行ってみることにしました。ムルデカ118にも使われている言葉ムルデカですが、これは独立という意味があります。
ということでムルデカ広場は独立広場、1957年独立宣言がされた場所だそうです。世界中で見るアイラブのオブジェもある場所、クアラルンプールの中でも中心的なスポットであることがわかります。ちなみにこちらの国旗掲揚台、一説によると世界一高いのだとか。広場は綺麗な芝生に覆われています。正面に見えるのはスルタン・アブドゥル・サマドビル、イギリス領時代の連邦事務局だった場所です。現在も各省庁の建物として使われているそうで、中には入れませんが、このように外観を楽しむことはできます。ムルデカ広場、皆様も立ち寄ってみてはいかがでしょうか。午後1時10分、ケールセントラル駅に戻ってきました。次の目的地はこちら、バトゥー洞窟。ここからなら乗り換えなしの電車1本で行けるのでとても便利です。ブルーモスクへ行くために並んだチケットカウンターで再度並び、バトゥーケイブス駅までのチケットを買います。料金は 2.6 リンギット。5番ホーム13時47分発の電車に乗れば大丈夫そう。30分ほど待っていると帝国通り電車が到着。私たちは一番先頭で待っていたのですが、電車が来るとどんどん人が前に割って入ってきます。そしてドアが開くと降りる人関係なく我先にと車内へ。ちなみに他の路線ではこんなことはありませんでした。ヒンドゥー教の寺院があるバトゥー洞窟行きの電車だったため、大半がインド系のお客さん。インドの電車はとても活気のあるイメージがありますが、プチインド体験ができたようでなんだか楽しかったです。40分ほどでバトゥーケイブス駅に到着。それにしても本当に人が多いです。ヒンドゥー教とイスラム教で違うので関係ないと思っていましたが、休日などからラマダン明け直後だったことが影響しているのかも。詳しい人がいらっしゃいましたらコメント欄からぜひ教えてください。駅からバトゥー洞窟の入り口に入ると最初にこのような像があります。この奥も洞窟があるようなのですが、こちらは一般的に知られるバトゥー洞窟ではありません。有料でもあったので私たちはスルーしました。駅入り口近くの像とは反対方向にある駐車場をまっすぐ進むと、室外機だらけの壁や鳩の鳴る木があります。そしてそれらを越えていくとついにバトゥー洞窟とご対面。272段のカラフルな階段と高さ43メートルの黄金に輝く像が圧巻です。近づいてみると迫力はさらに増します。階段はかなり急、気をつけて登りましょう。5分ちょっとで登頂。振り返るとこんな感じ。なお階段には野生の猿が出没します。別の観光客が荷物を奪われそうになっていたのを目撃しました。訪れる際には注意しましょう。登ってからが本番です。ということで早速洞窟に入ってみることに。ちなみにバトゥー洞窟は入場無料。クアラルンプールからは少し離れていますが、その点は嬉しいポイントでした。そして洞窟を進むとスリマハマリアマン寺院と同じような装飾の寺院を発見。さらにその奥には階段と別の建物が。バトゥー洞窟イコールカラフルな階段と巨大な黄金の像しかイメージになかったので、いい意味で期待を裏切られました。ネタバレ的な動画を作っておいて言うのも申し訳ないですが、こういう時ってとてもワクワクしますよね。最深部がこちら。お祈りをする場所がありました。バトゥー洞窟はクアラルンプール観光の中でも鉄板の場所ですが、鉄板に外れなし。ここは来てみて本当に良かったなと思いました。午後3時40分、駅に無事帰還。私たちは駅に着いてから戻ってくるまでで1時間15分。ある程度余裕を見たとしてもバトゥー洞窟の観光所要時間は1時間半から2時間と考えておけば良いでしょう。携帯必須のお守りはこれだ。ケールセントラル駅から乗り換えて KLCC 駅に到着。昨日も訪れたスリア KLCC で夕飯を食べたいと思います。訪れたのはこちらのお店、マダムクワンズ。マレーシア料理が楽しめるレストランとのことで入ってみました。注文したのはマレーシア定番オードブルと平たい麺のミーゴレン、そしてシーフードメインのミーゴレン。
ちなみにミーゴレンはマレーシアやインドネシアの焼きそばとなります。お味はそこそこ綺麗な店内で食べられるので、その点は安心です。早めの時間でも混んでいたので、夕飯のピークタイムは避けた方がいいかも。お値段は料理にドリンクをつけて121リンギットでした。時刻は19時過ぎ。でもまだ明るいクアラルンプール。ホテルに戻るには少し早いですが、明日も早起きの予定。名残惜しいですが、ホテルに戻ったのでした。この日は午前7時から行動開始。目的地は海上貿易の要衝として栄えた世界遺産の町マラッカ。クアラルンプールからは150キロほどしか離れていないため、日帰り観光が可能なのです。マラッカまではバスで行くのが一般的ということで、グラブでバスターミナルまで向かいましょう。到着しました。バスターミナル。ちなみにここは現地の言葉でこのように言うそうなのですが、その頭文字を取って TBS として一般的に認知されています。なお私たちは日本にいるうちから12GOというサイトを使ってチケットを購入していました。メールで届いたバウチャーをチェックインカウンターに提出すればバスに乗れるはずですが、それらしきカウンターは長蛇の列で、しかも一向に進みません。バス出発30分前になってもこの状況。半ばマラッカを諦めかけていた時、別の場所のカウンターが開きました。バス出発10分前、バウチャーを使ってどうにかチケットをゲット。無事にマラッカ行きのバスに乗れました。バウチャーには出発30分前にバスターミナルにいるようにと書かれていましたが、私たちは1時間前に到着したものの、かなりバタバタでした。皆様も TBS でバスに乗る際は1時間は余裕を見ておいた方がいいかもしれません。参考までに行きで使ったのは KKKL というバス会社。車内は綺麗で足は広々。チケットは12GO経由で1人540円でした。10時16分、マラッカのバスターミナルに到着。12GOには3時間半近くかかると記載があったのですが、ドライバーさんの運転技術のおかげか、私たちの場合は2時間もしませんでした。とは言ってもここから市内まではまだ距離があります。グラブを呼んで市内中心まで移動することに。料金は8リンギット、約270円でした。急な雨でも安心。ついにマラッカに到着。一時は諦めかけていたので、無事に来られて本当に良かったです。海に続く運河を歩いていると、なんかいる。イグアナも歓迎してくれました。運河に架かる橋を進むと、マラッカの代名詞ともいえるオランダ広場が出現。ここマラッカは海上貿易の要衝、マラッカ海峡を望む重要な町でした。そのためポルトガル、オランダ、イギリスと複数の国に統治された歴史を持ちます。そしてここはオランダがポルトガルからマラッカを奪取した100周年記念に作られた教会、クリスチャーチ教会があることからオランダ広場と言われるようになったそう。さらに奥に進むと、オランダ広場と同じ色で統一された美しい街並みが広がります。少し早いですが、混み始める前にランチにしましょう。オランダ広場へ渡る橋の手前にあるジョンカーストリートからお店を探すことにしました。選んだのはこちらのお店。 Google マップだとジョンカーチキンライスボールと書かれたお店となります。マラッカでも人気で複数店舗があるお店なんだとか。注文したのはこれら商品。鶏肉は骨があって食べにくいものの、ニンニクが効いていてとても美味しいです。豚肉はみたらしのような甘いタレなのですが、それが癖になる美味しさ。またご飯も鶏の出汁をふんだんに吸っていて二重丸。お値段もこれで37リンギットいかないくらいでリーズナブル。もしマラッカでお店選びに迷ったら、皆様もぜひ訪れてみてください。お店を出てすぐ、信じられないほど背の高いアイスクリームを持っている人を発見。これは食べるしかないと注文。料金は1つ9リンギットでした。人の顔の大きさを優に超えるアイスクリーム。そして出来上がりと同時に一気に溶け始めます。お味はチープ。美味しさよりも体験を求めて買うアイスクリームでしょう。さて、ご飯前までに観光したのはこのエリア。少し南下してこの高台に登ってみたいと思います。丘の上にあるセントポール教会に到着。こ
ここはポルトガル時代のカトリック教会跡となるのですが、ここには日本でも馴染みのあるフランシスコ・ザビエルの像が立っています。カトリック教会のアジア布教のための前線基地だったわけですが、その後マラッカを統治したオランダ、イギリスがカトリックではなかったため廃れてしまったそうです。500年前見知らぬ地で布教を始めた宣教師たちに思いを馳せる、そんな時間もなかなかおつなものではないでしょうか。丘を降りていくとしばらくしてサンチャゴ砦が見えてきました。ポルトガル統治時代、防衛のために築かれた砦となります。私たちが訪れた際は外には着ぐるみ、中にはスパイダーマンがいました。あからさまに撮影するとチップを要求されるので、嫌な人は注意しましょう。さて、前述の通りマラッカは海上貿易で栄えた都市ということで、ここまで来たからには海も見ないわけにはいきませんといろいろ調べていると、海に浮かぶモスクがあるとのこと。帰りのバスは午後5時半出発。時間には余裕があるので歩いてそこまで行ってみることにしました。初めて見る水陸両用車にはテンションは上がったものの、正直街はかなり寂れている印象。作りかけの商業施設かなと思いましたが、近づいてみると工事は完全にストップしている様子。建物も基本的に全てシャッターが降りていて、貸します、売りますと書かれた張り紙が目立ちます。そんな鬱屈とした街並みを歩くこと30分、ついにマラッカ海峡モスクに到着ですが、お祈りがあるためイスラム教徒以外は15時まで入れないとのこと。モスク入り口を正面にして左手側に有料ですがモスクを一望できる場所があったので行ってみることに。料金は5リンギット。こちらには水も含まれていました。そして奥に行くと水上モスク、マラッカ海峡モスクが出現。また遠くにはタンカーも見えます。今も変わらず海上貿易の要衝なんだなと実感できて、なんだか嬉しかったです。びっくりしたのがこちら、市内で見かけた水陸両用車が海に入っていくシーンに遭遇。ネットで調べてみたところ、観光客も普通に乗れるそう。次訪れた際はぜひ乗ってみたいと思いました。そうこうしているうちに15時になったので行ってみましょう。ちなみに夫はハーフパンツだったため入場は NG に。普段はローブをレンタルできるそうなのですが、雨が降っていたため貸し出しもなく入れなくなりました。そして私はというと Don't go. 半袖だったことからあえなく撃沈。その後長袖を着て挑戦したものの、 Can I go? 今度はスカーフがないからと断られてしまいました。その他タイトなパンツルックということで入場を断られた女性もいました。天候もありご縁がなかったんだなと諦めかけたその時、なんと雨が止みローブを貸してもらえることになりました。昨日はブルーモスクやマスジッドネガラに入場できなかったことからマレーシア初モスク、喜びもひとしおです。水滴を飛ばすためのブロワーの音も歓喜の雄たけびのよう。中ではお祈りをされている様子を見学させていただきました。マラッカ海峡モスクから見るマラッカ海峡、本当に入れてよかったです。そこまで大きなモスクではないので観光所要時間は30分ほど。それではグラブで市内中心まで戻りましょう。マラッカ最後の観光先に選んだのはここチェンフー店。場所はこちら、オランダ広場から500メートルほど離れた場所にあります。1646年に建立されたマレーシア最古の仏教寺院だそう。中国明の時代に作られた寺院だけあって内装も厳かな印象。ちょうどお祭りのタイミングだったようで、マレーシアの獅子舞や爆竹で祝う様子も見学させてもらいました。もう少しゆっくり見ていたかったのですが、さすがにバスの時間も気になります。名残惜しいですがグラブでバスステーションまで戻りましょう。午後4時51分、マラッカバスステーションに到着。行き同様12号経由で購入しておいたクアラルンプール行きのバスは15時半出発の予定。マラッカへ向かう際に使った TBS の券もあったので少し心配でしたが、バウチャーを使ってすんなりチェックイン完了。
ちなみにバス会社はマヤンサリという会社を予約。料金は1人12リンギット400円でした。その後はチケットの QR コードで搭乗ゲート内に入り、案内に従い乗車。バスはほぼ定刻通り出発したのでした。なおクアラルンプールへの帰りに利用したマヤンサリという会社ですが、12号の口コミでは散々なことが書かれていたため内心ヒヤヒヤしていました。ですが実際に乗ってみると車内は行きのバスと同様に快適そのもの。バスや運転手に当たり外れはあるかもしれませんが、私たちは不快な思いはしませんでした。午後8時44分、無事クアラルンプールの TBS に到着。帰宅ラッシュの交通渋滞に巻き込まれたのか、行きよりは時間はかかったもののほぼ定刻通りの到着でした。夜もいい時間ですが、夕飯をまだ食べていないのでお腹はペコペコということで、何か食べに行きましょう。訪れたのはこちらのお店。インド系の人が多いマレーシアということもあって一度カレーを食べてみたかったのです。注文したのはロティチャナイ。薄い生地を重ねた二重構造で食感が面白く、さらに砂糖が練り込まれているのか生地単体で食べても美味しいです。それに加え3種類のルーがセットなので味変が可能。マレーシアで食べたご飯の中でも一番美味しく、1枚おかわりしてしまいました。料金はおかわり含め8リンギットとリーズナブルなのも嬉しいポイント。お店の場所はこちらとなります。皆様もぜひ立ち寄ってみてください。無事ホテルに帰還、早めに寝て明日に備えましょう。マレーシアも今日が最終日。この日は午前中に人気のモスク、ピンクモスクに立ち寄り、午後はシンガポールへフライトの予定。ホテルのチェックアウトを済ませ、早々にピンクモスクへ向かいましょう。さてピンクモスクの場所ですが、クアラルンプールと空港のちょうど中間にあります。電車でも行けるのですが、そのまま空港に行くつもりのためバックパック持参となります。ということで今回はグラブで行くことにしました。30分ちょっとでピンクモスクに到着。マレーシアの行政の中心プトラジャヤにあることから、正式名称はプトラモスクというのだとか。この町自体が計画的に作られた新しい町でもあるため、ピンクモスクも1999年に完成した比較的新しいモスクとなります。入場料は無料。受付でローブを借りられるので、そちらを着て中に入りましょう。ピンク色のモスクというのは世界的に見ても珍しいそう。青空とのコントラストがとても美しいです。そしてこちらがピンクモスクの内部。ローブは厚手ですが巨大なファンが動いているので快適に見学できました。ドームの内側もピンク色でとても綺麗です。観光所要時間も30分ほどとサクッと見て回れます。周辺を少し歩いたとしても1時間と見積もっておけば良いでしょう。入国や帰国など空港を使うタイミングで行ってみることをお勧めします。ピンクモスクから30分もせずにクアラルンプール国際空港に到着。乗る予定の便は14時25分発シンガポール行きのエアアジア。4時間後のフライトということでかなり余裕があります。事前にオンラインチェックインを済ませていたので、空港内ではスムーズに手続き完了。出国審査を終え、無事制限エリアに入れました。お腹も空いてきたのでフードコートでランチにしましょう。さてたまたまかもしれませんが、こちらのお店で注文したところ、私たちは45分待たされました。見たところお客さんも多いわけではないので、シンプルにオーダーが通っていなかったんだと思います。2度確認して料理がやってきたので、何も言わなければどうなっていたことか。他のお客さんも確認に行っていたので、時間に余裕がない場合は使わない方が良さそうです。ちなみに料金は水と麺類2品で63リンギットでした。制限エリアから搭乗エリアに移動する際に荷物検査が発生。搭乗エリアではお弁当屋さんくらいしかなかったので、ゆっくりご飯を食べたいなら制限エリアで済ませておいた方がいいかも。ほぼ定刻通りでボーディング。シンガポールに向け出発したのでした。
最後までご視聴ありがとうございました。ここまでの内容が皆様のお役に立てたなら幸いです。また励みになりますので、もしよろしければチャンネル登録やいいね、コメントをいただけますと嬉しいです。本日の内容は以上となります。それではまた次の動画でお会いしましょう。